皆さんこんにちは。今日は、副詞の少々と多少について、紹介したいと思います。少々っていうのは、少ないという字が2つありますね。少しという意味です。例えばレストランやホテルなどで、いらっしゃいませ、何名様でございますか、かしこまりました、少々お待ちください、少々お待ちください、少しお待ちくださいという意味ですね。次に、例えば料理で、砂糖を大さじ1杯、そして塩を少々入れます。塩を少々入れます。これ少しという意味ですね。また、多少ですね。多少というのは、多は多いという字で、少は少ない。これ反対の漢字が書かれてありますね。多くはないけどっていう意味はイコール少ないという意味ですね。だから少しとか少ない、こういう意味で使われます。例えば、私は日本語は多少話せますが、中国語は全然話せません。日本語は多少話せますが、少し話せますが、中国語は全然話せません。他には、道路が混んでいるので多少遅くなるかもしれません。申し訳ありません。道路が混んでいるので多少遅くなるかもしれません。申し訳ありません。この多少も少しという意味ですね。例えばスーパーで、お客さんと店員さんの会話をやってみたいと思います。すいません、この鶏肉 200g お願いします。少々オーバーしてもよろしいでしょうか。多少なら構いませんよ。少々オーバーしても、少しオーバーしても、 200g よりかオーバーしてもいいですか。多少なら構いませんよ、少しなら構いませんよ。こんな風に使います。ぜひ皆さんも、多少少々ですね、使ってみてください。今日はこんなに、そんなに、あんなにの使い方を紹介したいと思います。まず会話を聞いてください。私の甥っ子はこんなに大きくなったんですよ。そんなに大きくなったんですね。あんなに小さかったのに子供の成長は早いですね。このようにこんなにっていうのはこのぐらい、そんなにっていうのはそのぐらい、それほど、あんなにというのはあのぐらいというように強調の気持ちがあります。では使い方を見ていきましょう。まずこんなにです。こんなにというのは2つ使い方があります。まず1つ目は、話す人が何かを見せながら話したり、一緒に何かを見ながら話したりするときに使います。例えば旅行で一緒に景色を見ながら、わあ、こんなに綺麗な景色見たことがありません。わあ、こんなに綺麗な景色見たことがありません。2つ目は、話す人が今していることについて話すときに使います。例えば、こんなに毎日働いているのに給料が全然上がらない。こんなに毎日働いているのに給料が全然上がらない。他には、絵が苦手な私が絵を描いてこんなに上手に描けるなんて思わなかった。こんなに上手に描けるなんて思わなかった。
このようにこんなにというのを使います。次にそんなにです。そんなには3つ使い方があります。1つ目は聞いている人がびっくりした時に使います。例えば、田中課長は自宅から会社まで3時間もかかるんですよ。そんなにかかるんですか？これは3時間もかかることにびっくりしていますね。田中課長は自宅から会社まで片道3時間もかかるんですよ。そんなにかかるんですか？他には、毎日何時に起きますか？5時ですか？そんなに早く起きないですよ。これも5時って言われたことに対してびっくりしているということですね。毎日何時に起きますか？5時ですか？そんなに早く起きないですよ。2つ目は、前の文について話すときに使います。父は毎日朝8時から10時まで仕事をしていました。そんなに働いていたのに疲れた顔を見せませんでした。このそんなに働いていたというのは、朝8時から10時まで仕事をしていたということを指します。父は毎日朝8時から10時まで仕事をしていました。そんなに働いていたのに疲れた顔を見せませんでした。3つ目は、あまりや思ったほど何々ないという意味で使います。学校から駅までそんなに遠くないですよ。学校から駅までそんなに遠くないですよ。このそんなにというのは、あまり遠くないですよ、思ったほど遠くないですよという意味ですね。学校から駅までそんなに遠くないですよ。他には、田中さん、いいカバンですね。高そうですね。そんなに高くないですよ。これは、思ったほど高くないですよという意味を表します。最後に、あんなにです。あんなにには2つ使い方があります。1つ目は、離れたところにあるものや人を見ながら使います。例えば、有名な人気店を見て、あんなに人が並んでますよ。あんなに人が並んでますよ。2つ目は、話す人と聞く人の両方が知っていることについて話します。例えば、昨日の試験難しかったね。そうだね。あんなに難しいとは思わなかったよ。昨日の試験難しかったね。そうだね。あんなに難しいとは思わなかったよ。これは話す人も聞く人両方が知っていることですね。このように使います。皆さんもこんなに、そんなに、あんなに上手に使えるとコミュニケーションがぐっと上達しますので、ぜひ頑張って使ってみてください。今日は、ほとんど、大体、大抵この3つの使い方について紹介したいと思います。まず、ほとんどです。ほとんどは意味が2つあります。1つ目は約 90% という意味です。例えば、この教科書の問題はほとんど解いてしまった。この教科書の問題はほとんど解いてしまった。これは、この教科書の問題は 90% 解いてしまったという意味ですね。他には、日本の中学生はほとんど高校へ進学します。
日本の中学生はほとんど高校へ進学します。これも日本の中学生は約 90% ぐらい高校へ進学するという意味なんですね。次に2つ目の意味です。2つ目の意味は、もう少しで何々しそうだったが何々しなかったという意味ですね。例えば、びっくりしてほとんど気を失うところだった。びっくりしてほとんど気を失うところだった。これはもう少しで気を失うところだったけれども、でも気を失わなかったという意味なんですね。もう少しで気を失うところだったが気を失わなかったという意味なんですね。他にも、なくした財布は見つからないだろうとほとんど諦めていた。なくした財布は見つからないだろうとほとんど諦めていた。これはもう少しで諦めようとしていたけれども、でも諦めなかったイコール見つかったっていうことですね。このように、ほとんどですね、2つの意味があるので使ってみてください。2つ目の、大体ですね。大体にも、2つ意味があります。まず1つ目はほとんどと同じ意味です。例えば、宿題は大体終わった。宿題は大体終わったがほとんど終わったという意味と同じですね。2つ目の意味としては、約という意味があります。これは、ここから学校までどのぐらいかかりますか？だいたい30分ぐらいかかります。これは約30分ぐらいかかりますという意味ですね。例えば仕事とかでも、あとだいたい何時間ぐらいで終わりますか？これも約何時間ぐらいで終わりますかという意味と一緒ですね。3つ目は大抵です。大抵の意味はほとんど、いつもという意味ですね。例えば、朝は大抵何も食べません。朝は大抵何も食べませんというと、朝はほとんど、いつも何も食べませんという意味です。他には、彼の言う通りにやっていれば大抵うまくいく。彼の言う通りにやっていれば大抵うまくいく。この大抵もほとんどいつもうまくいくという意味ですね。彼の言う通りにやっていればほとんどいつもうまくいくという意味なんですね。皆さんもほとんど、大体、大抵、この3つ使って会話してみてください。今回は結構、割合、なかなかについて、紹介したいと思います。まず結構です。結構というのは思った以上にという意味なんですね。例えば、私はあまり絵は上手じゃないけど結構うまく描けました。私はあまり絵は上手じゃないけど結構うまく描けました。これは私が思った以上にうまく描けたということを言いたいときに使います。他には、地図で見たとき近いと思って歩いてみたら結構遠かった。地図で見たとき近いと思って歩いてみたら結構遠かった。この結構っていうのはもう思った以上に遠かったという意味ですね。次に割合です。割合は他の同じようなものと比べるとという意味ですね。比較的と同じ意味で使われることもあります。今年の冬は割合暖かかった。今
年の冬は割合暖かかった。これは他の年に比べると暖かかったという意味ですね。今年の冬は比較的暖かかった。比較的も使えます。他にも今回のテストは割合簡単だった。今回のテストは割合簡単だった。この割合も今回のテストは他のテストに比べてみると簡単だったという意味です。3つ目のなかなかです。なかなかは期待しなかったけどいいとか思ったよりもかなりいい、こういう時に使います。例えばあの店は見た目はちょっと汚いけど味はなかなかいい。あの店は見た目はちょっと汚いけど味はなかなかいい。これは見た目がちょっと汚いからあまり期待してなかったけれども味が良かったというふうに言いたい時に使います。その他にも今年の新入社員の出来はなかなかいい。今年の新入社員の出来はなかなかいい。思ったよりもかなりいいという意味ですね。こんな風に結構、割合、なかなか、ぜひ使ってみてください。今日は日本語の副詞のややとわずかについて、紹介したいと思います。皆さんややとかわずか使ってますか？例文を見ながら、意味を確認していきましょう。まずややです。ややは何々と比べて少しという意味です。例えば、彼は、やや太りすぎだ。彼はやや太りすぎだというと、平均の体重ですね。平均の体重に比べて少し太ってるという意味ですね。また、あの兄弟は弟の方がやや背が高いです。あの兄弟は弟の方がやや背が高いです。こうすると、お兄さんですね。お兄さんと弟さんですね。を比べてみると、比べて弟の方が少し背が高い。こういう意味になります。次にわずかです。わずかにっていうのは、とても少しとか少しだけという意味があります。例えばお酒とかですねをこう全部飲みました。例えば全部飲んだと思ったけど、わずかに残っていた。全部飲んだと思っていたけどわずかに残っていた。このわずかにっていうのがもうほんの少しとかね、そういう意味で使います。他にはわずかと数ですね、数字が来ると何々だけという意味でも使われます。例えば、わずか3人で会社を始めました。わずか3人で会社を始めました。というと、3人だけで会社を始めましたという意味ですね。他には例えばわずか半年の間に、身長が5センチも伸びました。わずか半年の間に身長が5センチも伸びました。っていうと、もう半年だけで5センチも伸びました。半年間だけで身長が5センチも伸びましたという意味で使われます。皆さんもややとかね、わずかぜひ使ってみてください。今日は余計、むしろ、かえって、この3つの使い方を紹介したいと思います。まず余計です。余計はにをつけて余計に
というふうに使うこともあります。まず余計は2つの意味があって、1つ目はすでに何々だがもっとという意味です。例えばピアノの発表会で大丈夫大丈夫落ち着いてと言われて余計に緊張してしまった。ピアノの発表会で大丈夫大丈夫落ち着いてと言われて余計に緊張してしまった。これはすでに緊張しているけどもっと緊張してしまったという意味ですね。2つ目の意味は普通よりももっと余分にという意味です。ホテルの料理はバイキングだったから余計に食べ過ぎてお腹が痛い。ホテルの料理はバイキングだったから余計に食べ過ぎてお腹が痛い。これは普通よりももっと食べた、余分に食べたという意味ですね。次にむしろです。むしろは A よりむしろ B というふうに A と B2 つを比べて B の方だという時に使います。みんな有名企業に就職したがるけど私はむしろ中小企業の方が面白い仕事をさせてもらえると思う。みんな有名企業に就職したがるけど私はむしろ中小企業の方が面白い仕事をさせてもらえると思う。これは A よりむしろ B というので A は有名企業 B は中小企業のことです。有名企業と中小企業を比べて中小企業の方が面白い仕事をさせてもらえるということを言いたいんですね。最後にかえってです。かえっては何々と思ってやっていたのに反対になったという意味です。例えばイベントの準備を手伝いに行ったつもりがかえって邪魔になってしまった。イベントの準備の手伝いに行ったつもりがかえって邪魔になってしまった。これは手伝おうと思ってやっていたのに反対にイコール邪魔になったという意味ですね。他にはタクシーの方が早いと思って乗ったが自己渋滞にあってかえって時間がかかってしまった。タクシーの方が早いと思って乗ったが自己渋滞にあってかえって時間がかかってしまった。これはタクシーの方が早いと思って乗ったのに反対に時間がかかってしまったという意味です。余計、むしろ、かえって使い方がわかりましたか？日本人がどのように使っているかよーく聞いてみてください。ではまた。